皆さん、こんにちは。Welcome back to 日本語7 Talks。日本語のポッドキャストです。皆さん、私は2025年10月31日に人生で初めてハロウィンパーティーに行きました。私のビッグニュースです。私は今までハロウィンパーティーを全然したことがなくて、ハロウィンパーティーじゃないですけど、ハロウィンのイベント、私は子供の時に英語のレッスンに行っていましたので、そのね、学校とその英語のクラスの ALT の外国人の先生が、お菓子、チョコレートとか飴とかを持ってきてくれてもらうということはありましたけど、大人になってからコスチュームを着てハロウィンパーティーに行く。これは本当に初めてでしたので楽しかったです。で、なんでハロウィンパーティーに初めて行きましたか？私、日本語を教えています。で、私の生徒さん、アメリカのコロラド州から生徒さんが2人日本に旅行に来ましたので、一緒に会ってハロウィンパーティーに行きましょうと生徒さんが誘ってくれましたので、一緒に行くことになりました。で、東京の渋谷でミートアップがあったので、そのミートアップのイベントに行ったんですけど、そのコスチュームが、これ皆さん私のインスタグラム見てください。アメリカのお菓子のリーセスのチョコレート、あれのコスチュームを生徒さんがプレゼントでくれました。もうアメリカからで、コロラド州から日本まで大きいコスチュームを持ってきてくれました。ね、この生徒さんが私にこのチョコレートのコスチュームをくれた理由は、私がこの Reese's のチョコレートがもう大好きだからです。もう大好きだからです。で、レッスンで話をしていたら、サプライズで Reese's のコスチュームを持ってきましたって私本当にびっくりして、アメリカでね、ハロウィンはとても大きいイベントということを知っていましたけど、Reese's のコスチュームがありますか？って私本当にびっくりしました。私がこの Reese's が大好きな理由は、私が子供の時に、さっきも言いましたけど、子供の時にその英語のレッスンに行っていました。そこに外国人の先生がいて、英語を練習する、英語を勉強する教室に行っていましたけど、その時に何歳ぐらいでしたかね、私は。多分、7歳、8歳ぐらいの時に、外国人の先生が、ハロウィンのイベント、今日はハロウィンですねって、お菓子どうぞってお菓子をくれました。その時は、英語があまりわかりませんので、Reese's という名前を覚えていませんでしたけど、でも、見た目、オレンジのパッケージと、あとピーナッツバターが中に入っています。これだけをずーっと覚えていたんですよね。で、チョコレートの名前がわからないんですけど、オレンジのパッケージでピーナッツバターが入っていてっていう話をレッスンでした時に、それは Reese's ですよって、別の生徒さんから教えてもらって、Reese's、それを私は今までずっと探していたんですってなって、私が Reese's が大好きですっていうことを皆さんが知っています。だからReese's が大好きです。なので子供の時からReese's の味が忘れられませんでした。こんなに美味しいチョコレートがなんで日本にないんですかと私は本当に悲しくて。で、調べました。本当に日本に Reese's がありませんか？で、私今 Reese's と言っていますけど、多分カタカナでリースかリーシーズ。リーシーズは個人的にあんまりなんかリースじゃないという気がしますので、リースかな。オフィシャルのカタカナの言葉はありません。
ありませんけど、多分日本語ではリース。Also, the reason why we don't have the katakana word for Reese's is just because we don't have any here. 日本にないんです。調べましたけど、ないんです。調べたら、この shipbox.com というウェブサイトで、2025年6月にリースを売っているお店がありませんと分かりました。ないんです。で、じゃあなんで日本にリースズのチョコレートがないんですかと私は怒っています。ね。で、調べました。で、これ面白いんですけど、リースズのチョコレートの中に TBHQ という添加物 means additive。この添加物が入っているからだそうです。で、この TBHQ という添加物を日本では使ってはいけないというルールがあるそうです。だから日本でリースのチョコレートを売っていないらしいです、皆さん。びっくりですね。ちょっとびっくりしました。お店で買うことはできないんですけど、メルカリとかアマゾンとか楽天のオンラインで買うことができるそうです。で、また別のトピックになりますけど、この日本で使ってはいけない添加物がたくさんあって、とても厳しいみたいです。で、このリーセスのチョコレートもこの添加物が入っているうちの一つだそうです。私は普段正直日本のチョコレートの方が好きなんです。他の国のチョコレートも少しトライしましたけど、よく甘い。めちゃめちゃ甘いんですよ、チョコレートが。そしてちょっと違うタイプの甘さ。砂糖がいっぱい入っている甘さが私あまり得意じゃないので、少し苦手ですので、やっぱり日本のチョコレートの方が好きなんですね、個人的に。でも、リースのチョコレートは本当に美味しい。大好き。大好きで、多分、ピーナッツバターが好きなんですよね、私。なので、リースともう一つ、スニッカーズも大好きなんです。だから多分私、ピーナッツバターが入ってるチョコレートは大好きだと思います。ね、オンラインで買うことができますので、私 Amazon で調べました。いくらですか？買いたいです。調べましたけど、Amazon で25カップの袋が3590円。3590円でした。これは、アメリカドルで23ドルぐらい。だいたい23ドルぐらいです。これ、高いですよね。高いですよね。私、この3590円を見て、めちゃめちゃ高いと思いました。ねえ、皆さんの国ではどうですか？まず、リースがありますか？そして、リースはいくらぐらいですか？オンラインでは高いですね。そう。で、このコスチュームを持ってきてくれた生徒さんが私にたくさんリースのチョコレートをもうプレゼントしてくれましたので、今私の家にリースのチョコレートがたくさんあります。ありがとうございます。この写真見せますけどね、すごい嬉しいです。で、このミートアップのイベントで私は東京の渋谷のペリーズバー、ペリーズという、バーに行きました。で、私はこの場所で、対面のイベントを何回かね、しましたけど、ここのバー、とてもいいです。雰囲気がとても良くて、新しいバーでとても綺麗ですので、もし皆さん渋谷に行ったらチェックしてみてください。で、ここに行ったんですけど、渋谷のハロウィンはコロナの後でとてもルールが厳しかったんですね。コロナの前は本当にもう渋谷の交差点にたくさん人がいたり、
もう皆さんクラブにたくさん行って、で、もう道でもお酒を飲んでね、コンビニでお酒を買って、外でお酒を飲んだり、大きい声で話したり、たくさん人がいて、とても賑やかだったんですけど、うるさすぎたり、あと次の日、もうゴミが多すぎたりして、掃除が本当に大変ですとか、もう迷惑ですという人がたくさん増えて、これはちょっと良くないですね、となって、ね、特にコロナがありましたので、コロナで危ないですから、その外でね、パーティーをしないでくださいとか、外でお酒を飲まないでくださいというルールが本当に大きく、ね、できました。コロナですので、2020年から2023年ぐらいまで、去年もそうでしたね。2024年もそうでしたけど、渋谷の交差点のところに大きいポスターが、迷惑なことをしないでくださいとか、あと外でお酒を飲まないでくださいというルールがあって、なので渋谷の街の中にその大きいポスターとかサインがたくさんあったり、あと警察がね、街を歩いていたり、あとドンキホーテとか、例えば、ね、ハロウィンの日10月31日から、数日間の間、このアルコール、お酒を売りませんというルールを作ったりして、結構厳しかったんですよね。で、私も今まで全然行ったことがなかったんですけど、今年初めて、外でね、お酒を飲んだりは全然しませんでしたけど、バーに行って、そこでミートアップのイベントがあったので、行ってみました。コロナの前よりは少なかったと思いますけど、でも今年もいましたね。でも、この日、雨がたくさん降っていて、とても寒かったんですよね。本当に大雨で、もうそのバーに行く時も本当に大変で、まず渋谷で一緒にご飯を食べて、そこから渋谷に行ったんですけど、新宿から渋谷まで、ね、雨が大変でしたので、ウーバーをしました。私、ウーバーをしたのが初めてだったんですけど、いつも電車かバスか時々自転車とか歩いてどこかに行ったりするんですけど、初めてもう生徒さんが本当にたくさん、私よりもたくさん知っていて、もうウーバーを呼んでくれました。ウーバーってとても便利ですね。タクシーより早かったかもしれないです。タクシーを時々見つけるのが難しいんですけど、ウーバーめっちゃ早かったです。オーダーしてから、3分ぐらいですぐ来ました。そう。で、なので、私は電車に乗らなかったので、その渋谷の駅とか駅の周りがどうでしたかとか、これはちょっとわからないんですけど、そのバーの周りは人がいましたけど、外でお酒を飲んでる人とかは全然いませんでした。天気のせいかもしれないですけどね。このミートアップとても面白くて、もちろんスパイダーマンがいたり、私の生徒さんはバットマンのコスチュームをしたんですけど、そのクオリティが高かった。すごいクオリティが高い人いっぱいいて、パイレーツとかミイラとか、すごいレベルが高い人は本当にレベルが高くて面白かったです。私ね、いつも家で働いていますので、あまり外に行きません。ずーっと家にいますので、久しぶりにこんなにたくさんの人を見ました。8時半か9時ぐらいから夜の11時半頃までそのバーで遊びましたけど、楽しかったんですけど、本当に久しぶりだったので、私のソーシャルスキルがとても下がっていました。もちろん生徒さんと話すのは楽しいんですけど、新しい人にたくさん会って話をしたり、で、音楽がたくさんありましたので、大きい声で
もう叫ぶぐらい大きい声で話し続けなければいけない。これが、久しぶりで、とても疲れました。楽しかったんですけどね。久しぶりに、ちょっと私のね、ソーシャルスキルが落ちているなと感じました。で、ね、11時半頃、じゃあ帰りましょうってバーを出ました。そして、その日はバスで帰りたいと思ったんですけど、これ私全然知らなくて、ハロウィンの日はバスが午後3時か午後4時までで終わりだったんです。ね、じゃあ帰りましょうと。じゃあバス停に行きました。でも、そのバス停に、こうテープで、こう、×と貼られていましたので、で、夜遅いですから、まあ電車もありましたけど、家に帰るまでのルートが、バスか、まあタクシーの方が早かったので、バスで帰りたかったんですけど、なかったんです。普段は、11時ぐらいまでバスがあるんですけど、その日だけ、もうハロウィンで、もう皆さんが来ないように、皆さんが遊びに来ても帰ることができないように、バスが少なくなっていました。ので、結局、タクシーに乗って家に帰りましたね。電車はわかりませんけど、バスは少ないので、皆さん気をつけてください。で、日本人はハロウィンを祝いますかと時々聞かれますけど、あまり祝わないと思います。まあ、特に東京とか大きい街では、そのハロウィンパーティーをしたり、まあ、クラブに行ったりする人がいると思いますけど、まあ、日本全体を見ると、まあ私の意見ですけど、あまりいないと思います。まあ私自身も今までハロウィンを祝ったことがありませんでしたし、私の友達もハロウィンを祝ったことがありませんという人がたくさんいますので、あまり大きいイベントじゃないと思います。でも、まあ、ドンキホーテに行くと、ハロウィンのコスチュームがたくさんありますし、スーパーとかコンビニとかはハロウィンがテーマのお菓子とかもたくさんあります。本当は宗教的なイベントですよね。で、ハロウィンの時に悪い霊が来るので、ね、私も同じ仲間ですよ、私も霊ですよ、と見せるためにコスチュームを着ると思うんです。本当は。でも、日本ではもうほぼコスプレのイベントになっていると思います。その日だけはコスチュームを着てとか、すごいセクシーな、ね、服を着て外に出かけますという、ほぼコスプレとか、ファッション。ほぼコスプレのイベントだと思います。多くの日本人が、宗教的じゃないので、じゃあなんで、どうやってハロウィンが日本で始まりましたかということを私は今まで知らなかったので調べました。初めてハロウィンを祝ったのは1970年代です。で、原宿のお店がハロウィンの仮装コスチュームですね。仮装のパレードをしました。これが始まりです。で、その時は本当にまだ小さいイベントで全然有名じゃなかったんですけど、その後に日本の大きい有名なテーマパーク、これ、反転 .jp というウェブサイトで調べたんですけど、ここには日本の有名なテーマパークだけ書いてありました。多分はそこかなと思いますけど、日本の有名なテーマパークがハロウィンをテーマに大きいイベントをした。で、それがきっかけでハロウィン
という、イベントが日本でどんどん有名になったそうです。面白いですね。全然知りませんでした、今まで正直。そう。なので人生で初めてハロウィンをお祝いしましたという話でしたけど、やっぱり、私はね、いつもオンラインで働いていますので、本当に実際に生徒さんに会うことができる。これは一番嬉しいことです。本当に楽しかったです。皆さんはハロウィンに何をしましたか？ぜひぜひ教えてくださいね。仮装をしましたか？じゃあ何の仮装をしましたか？ぜひコメントで教えてください。Alright guys, thank you so much for hanging out with me as always. And if you want to learn more Japanese with us, we offer private lessons, special courses, and also online community. So please check our website, nihongonara.com. So we offer free trial lessons too. So if you're interested, please check it out. 皆さん、ありがとうございました。じゃあまた次のエピソードで会いましょう。またね。